ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。たかしセブンさん、希望モデルご購入、おめでとうございます。コメントで購入報告をいただけると、本当嬉しいぜ。希望モデルが購入できたなんてすごいわよね。だから、激アツ期間だって言ってた通りだろ。なんでマリサがドヤ顔しているのよ。マリサは何もしてないでしょ。たかしセブンさんの努力で購入できたのよ。その通りです。でも、以前より購入しやすくなっているのかもしれないわね。希望モデルを探しているランナーさんは頑張ってほしいぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。この動画が少しでも気になったという方は、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。動画の感想や購入報告などもコメントに残していただけると、すごく嬉しいですし励みになるのでお願いします。ゆっくりしていってね。それで、今日はどんな小話かしら？今週こそは、バースイヤーウォッチの話がしたいぜ。そんな古い時計の話を聞きたい人はいないんじゃない？そんなことはないはずだ。多分。せっかく再生数も伸びてきてチャンネル登録者さんも増えてきているのにへそ曲がりなんだから。歴史や銀座本店でランドブエラーの展示が始まったから、迷ったんだけど、バースイヤーウォッチの話もしたかったんだ。興味のある人なんていないんじゃないの？そんなことないと思うぞ。そう？時計好きの人なら一度は考えたことがあるはずだ。何を？私が生まれた時にお父さんが誕生記念として、デイトナを購入しておいてくれればよかったのに。願望丸出しな妄想ね。毎日のネットルーティンで必ず見るサイトに、コミット銀座さんのバースイヤーウォッチがあるぜ。そんなページがあるのね。さすがコミット銀座さんだぜ。そんな昔の時計がいつ作られたかわかるの？シリアルナンバーからある程度の推測ができるんだ。そうなんだ。ロレックスの場合、2010年 G 版以降はランダムシリアルになってしまったので、G 版以降はシリアルナンバーからは、製造年を調べられなくなってしまったけどね。じゃあ、ほとんどの視聴者さんはまだ大丈夫ね。視聴者さんの年齢層は高めだからな。ロレックスのヴィンテージ時計は高いんじゃないの？時計のモデルや状態、付属品などによって、価格は大きく違うから、予算内で自分が納得できる、バースイヤーウォッチを探すのがいいと思うぜ。数も多くないでしょうから、探すのも大変じゃない？運命の時計を探すのも楽しみの一つだと思うよ。他にもおすすめのお店はある？ホームページでもよく拝見しているけど、中野に行った際は、ファイヤーキッズさんに立ち寄るのが楽しみだよ。ヴィンテージ時計は知識がないと少し購入が不安ね。それは間違いないと思う。現行品以上に店選びやスタッフさんの知識力は重要だ。そうよね。今は YouTube チャンネルを開設されている、時計屋さんも多いので参考にしてみるのもいいよね。マリサはベルモントルさんが好きで見てるわよね。知識が豊富だから勉強になる話が多いんだ。購入するなら、そういう方のお店の方が安心かもね。動画を視聴しているせいか信頼感が持てそうだよ。移転して、今は青山の方にお店があるのね。予約なしで入れる日もあるから行ってみたいな。予約を取っていくのは緊張しちゃうわよね。買わないと申し訳ない気もしちゃうからプレッシャーだよな。それはあるわ。あと、川崎に本店があるスイートロードさんも有名だぜ。結構いろんなお店があるのね。生産終了している時計だから探すのも大変だけど、探す楽しみは現行モデルより楽しいかもしれないよ。探しているモデルを見つけた時は嬉しいでしょうね。腕時計の趣味の世界が広がるんじゃないかな。ロレックス以外にもおすすめはある？ヴィンテージ時計なら、IWC もいいなーって思うよ。そうなんだ。バースイヤーウォッチならセイコーもいいと思うぜ。日本人だし、同じ年に生まれた時計は少し欲しいかも。セイコーだと製造月まで調べることができるんだよ。製造月まで調べられるの？裏蓋に刻印されたシリアルナンバーから、最初の一桁が製造年の下一桁、二桁目が製造月、残り4桁が製造番号になっているんだ。それだと何十年なのかわからなくない？そこはモデルの製造年から推測できるんだ。例えば？グランドセイコーの 56GS を所持していて、最初の一桁紙なら、1972年製造だとわかるんだ。二桁目が7なら、1972年7月製造だとわかるぜ。11月とか2桁の月はどうなるの？ 10月から12月はアルファベットで表記されているな。アルファベット？ 10月は、オクトーバーの頭文字の O だ。なるほど。なら、11月は N で、12月は D かしら？その通りだ。確かにこれなら自分の生まれ月の時計が探せるわね。私のおすすめは、やっぱりグランドセイコーか、キングセイコーがバースイヤーウォッチに良いと思うよ。キングセイコー？グランドセイコーよりも安価だから購入しやすいんだ。安価なら、初めてヴィンテージウォッチを買う人にはいいかもね。型番も豊富で好みのデザインを選ぶ楽しみもあるんだ。
これなら探す楽しみがあるわね。同じ年代でもデート付きやケース形状が違ったりもするぜ。4号ケースだけでもこんなにあるの？調べれば調べるほど興味が湧いてくるモデルなんだよ。逸話も多いのかしら？1969年にセイコーが起こしたクォーツショックなんだけど、自社のブランドセイコーやキングセイコーにも影響があったよ。クォーツショックって言葉は聞いたことあるわ。世界初のクォーツ式腕時計アストロンを発売したことから始まり、1970年代から1980年代初頭にかけて、時計業界に大きな影響を与えた出来事なんだ。廃業に追い込まれたブランドもあるのよね。スイスでは、1970年時点で1600社あった時計メーカーが、1983年頃には600社まで減っていたらしいぜ。機械式時計好きとしては複雑な気分になるわね。機械式時計の地位を回復するまでの苦労は、想像を絶するほどの努力があったと思うよ。マリサの好きなゼニスのエルプリメロの話もそうね。きっと、シャルル・ベルモさんの話は永遠に語り継がれるぞ。すでに伝説の人よね。そんな時代の過渡期に誕生した4号ケースの逸話もあるぜ。どんな話なの？通常の4号ケースにもクロノメータームーブメントが入っていたりすることがあるらしいんだ。どういうこと？クロノメーター規格は上位モデルに搭載されて、明記もされていて価格も当然高いんだ。それはそうよね。ところが、一般モデルに搭載されている個体があって、当然クロノメーターの明記もなく価格も安いんだよ。お得じゃない。裏蓋を開けて個体番号の刻印があるかの確認をしないと、わからないから、入ってたらラッキーぐらいの感じだけどね。間違って入れたわけじゃないわよね。真相はわからないけど、クォーツショックの影響で、機械式時計が売れなくなって余剰在庫になってしまい、生産調整で在庫処分したのかもしれないな。精度を求めるなら機械式のクロノメーターより、クォーツ時計を求める人の方が多かったのかもね。今とは時代が違ってスマホもない時代だから、時計に精度を求める感覚が現代とは違うと思うよ。それで一旦は生産も中止になっちゃったのね。機械式時計にとっては暗黒の時代だったんだ。他にも調べたら色々な発見がありそうね。そうなんだ。この頃のセイコーは調べるほど魅力に引き込まれるぜ。そうでしょうね。そして海外の時計マニアからの支持も高いんだよ。そうなの？なんか誇らしくて嬉しい話じゃない。喜んでばかりもいられないんだ。どうして？海外旅行で日本を訪れた外国人の方が購入していくから、どんどん日本から流出していると思うよ。早く買っておいた方がいいんじゃないの？そう思って私もずっと探していたんだけど、なかなか好きなモデルで誕生月まで一緒という個体をピンポイントで見つけるのは大変なんだよ。古い時計だから数自体も多くないのかもね。たまにネットで見つけても状態に不安があったりするんだ。そこも探す楽しみだと思うしかないわね。そして、やっと運命の個体に巡り会えたんだ。購入したの？購入したよ。私とほぼ同じ時期に生まれた愛すべき時計だ。おお、何十年も前の時計にしては綺麗じゃない？私もそう思って購入したぜ。専門店で購入したの？いや、ネットで購入したよ。専門店じゃないとちょっと心配じゃない？理想はファイヤーキッズさんみたいな専門店での購入が安心できるしいいのはわかってるんだけど、さっきも言ったけどピンポイントで探すのは難しいんだよ。自己責任で購入したってことね。そうだな。キングセイコーの現在の価格はまだ安価な方だしね。それで購入した感想はどうだったの？それが、最高だった。よかったじゃない。私も探そうかしら？古い時計だし、後悔するかもと覚悟して購入したけど、同じ時代を生きてきたと思うと感動が込み上げてきたぜ。そんなに？だからまずは完璧なオーバーホールをしてあげようと思ってる。まだ成功でオーバーホールできるのかしら？ネットで調べてみたんだけど、部品保有期限を大幅に過ぎてて、純正部品がないことから、オーバーホールを受け付けてくれない場合が多いみたいだ。それは残念だけど仕方がないわね。ロレックスも同じようなもんだしな。じゃあ、どうするの？もともとせっかくのバースエアウォッチだから、当時の部品をなるべく変えたくなかったから気にしてないよ。そうなの？技術力がある時計技師さんはたくさんいるからな。YouTube でも時計屋さんが運営しているのがあるわね。ここなら信頼できるという時計技師さんに依頼したいぜ。時計のお医者さんだもんね。それと、せっかくだから最高のレザーベルトを探すぜ。おお、革ベルトが素敵じゃない。今後、進展があったら報告するので楽しみにしててください。かわいそうだけど、ロレックス以外に興味がある人は少ないと思うわよ。今から完成するのが楽しみで仕方がないな。今回の動画もここまで視聴してくれた方には感謝しています。完成が楽しみね。グランドセイコーのファーストもすごく欲しいんだよね。それはまた別の機会に聞かせてちょうだい。多分、もう誰も視聴していないと思うからかわいそうになっちゃうわ。
今日の小話も楽しかったぜ。今回の小話はいかがでしたか？今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数もどんどん増やしていきたいと思いますので、視聴していない動画がございましたら、動画制作のモチベーションアップになりますので、もう一本視聴していただけますとすごく嬉しいです。コメント欄に感想や購入報告もいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。